Welcome to ヒーリングモーセ。はい、ヤギ座の皆様こんにちは、モーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。今日はヤギ座さんの2024年のリーディングしていきたいと思います。まずヤギ座さんのヤギ座さんのですね、モテ期。はい、ヤギ座さんのモテ期はちょうど誕生日に近い時になるので、2024年の11月12日から12月6日、この時がモテ期となっています。そして2024年はすごいことに、ヤギ座さんの満月が2ヶ月続くんですよ。6月と7月2ヶ月連続で続くので、6月の22日前後、7月の21日前後、何か大きな出来事とか結果とかが出てくるんじゃないかと思っています。特に、この6月の満月、そして特にですね、ここ7月ですね、7月の満月っていうのが冥王星という星と角度をね取っているので、重なっているので、ヤギ座さんだけじゃなくて世の中がすごく大きな変化がある可能性もあるかもしれません。ちなみに、5月の末までは恋愛運とか赤ちゃんとかすごく楽しみが盛り上がっていく時期という風に出ています。じゃあちょっとね、カードリーディングに移りたいと思うんですけれども、まず、はい、真ん中中心のカードがカップのクイーンが出ています。とっても優しい、もうね、柔らかい感じのいい感受性の豊かな、そういう女性が現れているので、今年のヤギ座さんというのが人を癒すとか、癒す存在とかヒーラーとか、あの人にとって居心地がいいとか、あとライトワーカーというか光の仕事とか、例えばしていく方とかもしかしたら多いのかなと、そういうふうに思ったりしています。そして1年間の流れでまずいいかなと思うのが2月、ここにソードの10のリバースが出てるんですけれども、諦めていたことに対して少しずつ光が出てくる。そして3月4月はズバリ、例えば復縁とか結婚とか白黒がつく。そして4月もあの人と相思相愛って出てるので、復縁とか新しい出会いもすごく可能性があるのかなと。そしてですね、あとこの7月が満月の影響もあるかもしれないんですけれども、タワーのリバースと死神のリバースが出ているので、何かものすごく大きな変化、そういうものが出てくるのかなというふうに思っています。来年9月からは9月、11月12月っていうのが歩みはゆっくりかもしれないんですけれども、着実に動いている。夢はまだあんなに遠いって思う部分があるかもしれないけれども、きちんとヤギ座さんは前に進んでいるから安心してねということを言ってくれているような気がします。どっちにしてもちょっとこのね、星の流れとカードがこのね、タワーと死神のリバースが出ているので、7月本当に大きな
何か大きな出来事があるのかなというふうに思っています。はい、そして、恋愛運、結婚運から見ていきたいんですけれども、まず左側、カップのエースのリバースとソードの5、これが恋愛運。そして右側の審判、これが結婚とか離婚というのを表すんですけれども、今、このヤギ座さんが複雑な恋愛中の人とかがね、もしかしたら多いのかなって感じがします。なんかあの人と例えばつながっているんだけれどもライバルがいるとか、そういうことがあるかもしれないんだけど、今年はあなたにとってなんか結婚運がものすごく良くなる時期なので、この曖昧な関係がきちんと白黒がついていく可能性があるかもしれません。そして離婚をしたいと思っている人はすんなりと離婚ができるかなっていうふうにも思っています。そして赤ちゃんが欲しいと思われている方、今ね、星の流れもすごくいいですし、ここにね、カップのエースのリバースと、ソードの5でしょう。ですね、今のところやっぱここかな。まず赤ちゃんもこのやっぱり3、4、そして5月も手段をやり方を変えていこうっていう風に出てるので、もしかしたら5月にはなんかステップアップをしていく人もいるかもしれないんですけれども、特にこの3、4、5はこれ可能性があるのかなっていう感じがします。あと7月がこれがもうすごくヤギ座さんにとってものすごく驚くようなことがあるかもしれないけれども、なんか驚くかもしれないけれどもこういう形で願いが叶うんだみたいな、そういう可能性もあるのがこの7月かなっていうふうにも思っています。特にね、この3、4、5、星の流れとカードの可能性が非常に高いので、この時期はなんか前向きに頑張ってみてもいいのかなというふうに思っています。で、恋愛もね、なんか結婚というか、そういう将来を見据えた形になっていくのかなって思いますし、復縁の可能性もあるので、やっぱりね、この3、4、5、そして7っていうのはある意味とっても楽しみな月かなというふうに思っています。そしてお仕事のことが、お仕事が、ここがコインのページのリバース、これが仕事の例えばやりがいとか上司との関係、そして右側がカップの2が出ています。これが同僚とか部下との関係性という風な感じなんですけれども、案外ヤギ座さんの上司が少し容量があんまり良くなかったりとか、もしかしたら仕事ができない人なのかもしれません。そういう意味ではヤギ座さんの方が仕事ができるから、ちょっとねイライラってしちゃう部分があるかもしれません。今ヤギ座さんがものすごく成果が欲しいっていう風に言ってるんです。これがそうだな、力とかお金とか表彰とか出世とか、そういう目に見えるもので何か欲しいっていう風に、なんかどっちかっていうと熱望してるような感じがするので、そういう意味ではこういう上司だと少し物足りないのかなっていう感じがする。で、幸いあなたの横の関係とか部下との関係性はものすごくいいので、力を合わせていくとかなりいい結果とかが残せていけるのかなというふうに思っています。そして
こちらのカードはあなたの結婚運もごめんなさい、健康ですね、健康運も表すんですけれども、今年はね非常に健康運は良好というふうに出ています。そして金運、はい見てみます。金運が左側があなたが稼ぐお金、そして右側のソードの10のリバースが不労所得、税金とか、保険金とか給付金とか遺産とか、そういうものを表すんですけれども、今年はですね、なんかこの稼ぐ方が正義のリバースが出ていて、正義というのが金星っていうとお金とか美とかそういう感じなので、もしかしたら例えばお洋服とかファッションとか、例えば整形とかそういう風なところでお金を使う方がもしかしたら多いのかなと、入ってくるんだけれどもそういう部分に使ってしまう可能性がありそうです。そして不労所得に関しては、これもなんか諦めていたものが入ってくるというふうに出ているので、入ってくるかどうかっていうと、これはイエスというふうにお伝えできるのかなと思っています。はい、そして旅行です。国内旅行、海外旅行、はい、全部大アルカナが出ています。左側が国内旅行、右側が海外なんですけれども、今年のヤギ座さん、そうだな、国内旅行はいろいろなトラブルが、入ってくる可能性があるから、とにかく時間に余裕を持ってっていう感じをおすすめしたいです。そして海外に関してはフールのリバースが出てるので、もちろん危ないところにね行かないっていうのもあるんですけれども、やっぱりね久しぶりの海外だって言って気持ちがルンルンになっちゃう方もいるかもしれないから、きちんと地に足をつけることを大切にしたらまだいいのかなっていう、そういう風なものが出ているかなと思っています。とにかく、今回はねこの3月からね早速、2月の終わりからが早速流れがボボーンと良くなってきます。そして、結果を求めすぎずに焦らないでねっていうことも言ってくれているし、あとは、今年はヤギ座さんの優しさとか思いやりとか、そういうヤギ座さんのと一緒にいると癒されるっていう感じで、とても人気になるというか、モテモテの1年になる可能性もありそうです。はい、これがヤギ座さんの1年です。最後まで見ていただきましてありがとうございます。